ジャパニーズヨガの夏美です。頑張らないで柔らかくなるというヨガなんですが、ヨガ以外の姿勢というのがものすごく大切になってきます。頑張らないで柔らかくなるシリーズ、今日は番外編ということで、お伝えします。以前ポイントとして呼吸を流すことであったり、力みすぎている箇所があれば、吐く息で楽にするような感覚がとても大切ですっていうお話もしたんですが、今日は、普段心がけたい姿勢についてお話ししようかと思います。でですね、いろいろな方の体を見たときに、普段の姿勢がどうしてもずれていると体が硬くなるという傾向にあるんですね。なので、ヨガの時間以外の自分の体というものをぜひチェックするようにしてもらえたらと思います。さあ、ではですね、立ち姿勢のまずポイントをお伝えしていきます。パッと立った時に、癖で例えば外につま先が開きますであったり、内側に向いていますっていう方がいらっしゃるかもしれません。ヨガ的なニュートラルな姿勢、自然な姿勢ということで、立ち姿勢としては左右の足の裏が平行になる方が好ましいです。その目安なんですが、人差し指からスーッと線でかかとの真ん中をつないだ時にだいたい足の裏が左右平行になっていれば大丈夫です。もう一つ、膝の位置です。どうしてもその X 脚とか O 脚ですっていう方の場合は膝の位置もずれていたりしてしまうんですが、なるべくこの膝の位置は真ん中にするというイメージがいいです。そしてこれはアジア人の女性に多いんですが、この膝の関節が柔らかすぎてですね、後ろ側にクッと入ってしまう、反ってしまうという方いらっしゃいます。で、やってみるとわかるんですが、ぐっと反っている場合、かかとばかりに体重が乗っていて、足の指が浮いたりしやすいんですね。なので、足の裏全体で立つために、こういった癖がある方は少し膝を優しくする、または体重をもう一度足裏全体にかけるという意識で立ってみてください。足裏3点とよく言いますが、親指の付け根、小指の付け根、かかとを意識して立ちます。さあ、もう一度戻りましょう。そのままスッと体を起こした時に次は骨盤です。左右のずれもまっすぐがいいんですが、よくいらっしゃる前後の傾きの方が意識して、おければいいです。骨盤が女性の場合は前に傾く癖がある方がよくいらっしゃいます。逆に男性は骨盤が後ろに傾く癖っていうのがよくあります。傾向的には前に傾く方は、反り腰になりやすいですし、後ろに傾きすぎる癖がある方はももの裏側が硬くなりやすいという傾向があるので、真ん中ニュートラルなポジション、床からだいたい垂直に起きているかなというのを見てみてください。この骨盤ができてからその上につながる背骨というのがまっすぐに伸びてきます。よく私がおへそを縦に引き伸ばすように長い背骨にしましょうなんて言うんですが、お腹を縦に引き伸ばそうとすると重力に逆らった動きが必要ですよね。その姿勢を整えようと思った時に、普段使えていかないような無意識で使いにくいインナーマッスルの働きが強くなってくるので、ぜひ頭の上から引っ張られているような感覚で背骨を長く伸ばすというのも意識してみてください。そして肩です。肩はいろいろな肩がいますね。例えば巻き肩ですなんていう相談を受けたりするんですが、基本的には胸を張ろうとするとですね、このみぞおちのあたりがパカッと開きやすいので、そうではなくって、肩と耳を引き寄せてストンと降りた位置でまずは大丈夫です。このみぞおちのあたりが開かない程度に胸が広がっていれば OK。そしてもう一つ最近ではですね、やはりスマホとかパソコンで首が前に突っ込んでいるというんでしょうか、方も多くいらっしゃいます。認識がある方はこの頭の位置というのもまっすぐにしていきたいです。私がちょっと横向きでやっていきますね。
足の裏左右平行、膝の位置、骨盤ニュートラルポジション、お腹を引き上げて背骨長く、肩をリラックス。顎を軽く引いて、頭頂が真上に向かっている姿勢ですね。今この姿勢を作った時にポイントは、くるぶし、膝、股関節、骨盤ですね。そして肩。ある程度耳のあたりがまっすぐ線で結ぶと、ピーッとまっすぐになっている。そんな姿勢が作れれば OK になります。なので、ご自身の癖で、ちょっと首が前に出てるなっていう方は気持ち鏡などで確認して、まっすぐな姿勢になっているかというのを普段の姿勢でぜひ意識してみてください。で、これはもう無意識で今まで培われた体のはずなので、ここから修正していこうと思うと、ヨガの動作、例えば数十分しただけではなかなか改善しない方がいます。やはり、その他の長い時間、無意識の生活の時間の方が長いので、ちょっとした瞬間に、例えばこういう前に首が突っ込んでる癖があったら、姿勢をもう一回整えてみようとか、歩いている途中、例えば車を運転している時、どんな時もハッと気づいた時に、今の状態が一番ニュートラルなポジションに体が、来ているかなというのをぜひ意識できるだけで、だいぶこの体の柔軟性の速度というんでしょうか、は変わってきます。で、ここであるパターンというか、こんな方がいましたよという話をすると、例えばですね、男性で開脚前屈をしたいですという方がいて、下半身だけ柔軟性を上げればいいんじゃないかって思われる場合が多いんですね。なんですが、結構この姿勢っていうのが関係していて、この前に首が突っ込んでいる、要はこのあたりとかも使えてない、張ってるような状態なんですよね。それを修正していったら開脚前屈がしやすくなったなんていう方もいるので、まずは普段の姿勢っていうのをぜひチェックして、そこから頑張らないで柔らかくなる、メソッドをいろいろ試してご自身の体を調整していただけたら嬉しいと思います。さあ、今日はただの解説のような、体はあんまり動かしてないんですけれど、頑張らないで柔らかくなる番外編のお伝えでした。それ以外の歩くというのも、この足の裏左右平行というのと、足の裏3点というのをぜひ意識してみてください。では、今日もありがとうございました。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。インスタグラムもあります。ハッピーなつむで検索してみてください。